여러분 안녕하세요. 모고모고입니다.韓国の時代劇を見てみると、王族と、女性のラブストーリーは必ず描かれますよね。じゃあ、ここで気になったことありますか？昔の朝鮮って実際王族のこういった恋愛結婚などがあったんでしょうか？で、一応私が調べた限りあります。はい。その記録があったので、それを説明したいと思います。じゃあ、まず、これから見ていきましょう。韓国で今、大王と呼ばれている朝鮮の王は、まず、四大王のセジョン。そして、大王かどうかまだとても議論が高いヨジョ。そして、どっちかというと、大王と認められているような雰囲気の長女がいますね。で、この中でやっぱり四女の場合は、どっちかと言ったらまだ大王ではないんじゃないかなという意見が多いので、ちょっと置いておいて、じゃあ、今の韓国で朝鮮時代のとっても尊敬すべきの王といったらこの二人に絞られますが、四大王のセジョンはお父さんのイ・バンウォンが作った道をちゃんとエリートとして歩いた、もう完璧に近い王と言いますかね。みんなに尊敬されるとしたら、長女の場合は人間味のある王としてとっても尊敬されている王で、韓国の大学の受験の試験でも、長女の話は必ず出るぐらい、今の韓国の歴史学者の中で、長女はみんなちょっと学ぶべきだと思うぐらいの人気の王ですよね。で、今日はですね、この人間味あふれる長女の話をしてみたいと思います。結論的には長女の恋愛の話なんですが、まずこの長女がどういった人生を生きたのか軽く見ていきましょう。まず、以前の動画で言いましたが、동이の息子、영조によって、狭い穀物を保管する箱に閉じ込められて死んだ佐渡世座の息子が長女ですよね。このお父さんが閉じ込められているのを見て何もできなく、食事も水も渡すことができなく、ただお父さんを死を見るしかなかったこの小さい子供が長女ですよね。特に朝鮮は親孝行が大事な国だったので、お父さんがあんなに辛い状況で、もうそろそろ死ぬかもしれない状況でも何もできないという自分自身にすごく無力感を感じて、かなり悲しい子供の時期を送った王としても言えるでしょう。で、この子が大きくなって長女になりますね。で、この長女なんですけれども、王になった過程がちょっと面白いんですよ。おじいちゃんにあたる四女の場合は、この佐渡世者を黒歴史化してしまいます。もう記録から消せというぐらいだったんですけれども。なので、長女が王になるためにですね、実際はこの佐渡世者の生まれる7年前には、四女にはもう一人息子がいて、ヒョジャン世者という人がいたんですけど、10歳の時に病死してしまいますね。このヒョジャン世者の場合は特撮説もありますけれども、とにかく、四女は佐渡世者を黒歴史として、長女をこのヒョジャン世者の息子、養子として入れて、王にするんですよ。で、長女としては、このヒョジャン世者は、お父さんが生まれる前に亡くなった人なので、顔すらわからない人でしたね。つまり顔もわからない人を父親として置く、ちょっと微妙な状況になってしまったんですね。でも、先ほど言ったように、お父さんである佐渡世者は長女がこの前でずっと見てたんですよね。つまり長女の中には、佐渡世者を思う気持ちがとても強かったと言えるでしょう。で、この長女が王になりました。で、この長女が王になってから、韓国人がみんな知っているすごい発言をします。即位式に初めての言葉が、要は佐渡世者の息子であると言うんですよ。これを聞いた家臣たち、この時の家臣たちは、四女と一緒にこの長女のお父さんを殺した人たちなんですよね。すごくプレッシャーをかけますよね。ただ、長女はすごかったのがですね、この言葉だけ言ってしまうと周りを全部敵に回してしまいますが、現在はおじの養子なので、これを覚えておきなさいという、とっても曖昧な政治的な発言をして、家臣たちを牽制し始めます。つまり、家臣たちを混乱させたんですよね。で、実際は明文的にはそうだったんですけれども、この長女は、やっぱりお父さん佐渡世者を思う気持ちがとても強かったんですね。なので、四女はですね、
佐渡世者の墓もとても風水的に悪いところに作ってたんですよ。長女はやっぱりそれが我慢できないでしょ。お父さんなので。四女が亡くなった後にタイミングをよく測って、韓国で一番風水がいいと言われているスウォンという地域にこのお墓を移します。でさらにこのお墓がとても面白いんですが、普通の朝鮮の王様たちのお墓を見てみると、入り口が真ん中にありますが、この佐渡世者、長女のお父さんのお墓は右側にあるんですよ。理由が、長女がですね、お父さんは狭いところに閉じ込められて亡くなった。せめてお墓だけは広く見えるようにしろと言って、入り口をわざと右側に設置して、お父さんがずっと綺麗な景色が見えるようにした親孝行の気持ちでしたね。で、それだけじゃありません。実際長女はイスウォンに화성という、現在は世界遺産なんですけれども、お城を作ります。このお城を作る時の、いろんな理由がありますが、やっぱりその中の一つはですね、お父さんは穀物の箱で亡くなられた。せめてお墓周りは綺麗にしようという計画だったそうですよね。お父さんがやっぱりですね、いくら長女でも、佐渡世者を追うとしてあげるのはできなかったんですよ。なので、せめてこのお父さんのお墓の周りを、また新しいお城を作ってあげたんですよね。すごい親孝行の気持ちなんですよね。そして、長女はこのスウォン화성を作ってからですね、お父さんのお墓参りをかなり行きますね。以前の動画で説明したことあると思いますが、こういった行列でですね、お父さんに行きますけれども、皆さん考えてみてください。王様が移動するときに、軽く馬とか馬車乗っていくわけではありませんね。絵を見てると思いますが、すごい家臣たちを連れていく、とっても大きいイベントになるんじゃないんですか。長女はですね、これを24年の在位期間の中で13回もやるんですよ。ほぼ2年に1回こういったお墓参りをしたということになります。このお墓参りがですね、今絵を見たらわかるようにかなり派手だったので、民衆には大イベントだったんですよ。で、このお墓参りは以前の動画で説明したと思いますが、今でもやっていますね。毎年10月あたりにスウォンで行われているスウォン화성文化祭の時にはですね、いつもこうやって今の人々が長女のコスプレをしたりとかして昔のことを再現して、実際長女がお墓参りをしたことを再現するイベントがあります。無料だし、皆さんはもう一緒に朝鮮の民衆になった気持ちで見れるので、これもぜひ韓国に行くことがあれば見てみてください。ちなみに以前にも言ったけど、この時私が軍隊の時は音楽隊だったんで、僕も参加してたイベントなんですよね。現在の韓国の国民には大イベントになっています。ただ軍人としては地獄でしたね。昔の歌詞の気持ちがわかります。じゃあ、このスウォン화성はですね、いろんなドラマの撮影地としても有名なんですけれども、現在コロナの状況の中で皆さんなかなか行けないんじゃないんですか。なので、一ついい情報があって紹介したと思います。2022年1月16日、14時から15時の間にですね、皆さんが今見ているこの YouTube を使ってリモートツアーをやるみたいです。日本語ができるプロガイドさんがですね、本当に完全無料で紹介してくれるので、ぜひ皆さん時間があったら参加してみてください。参加し方は、メールを送るだけで簡単なので、そのメールアドレスは今画面に映っているところに皆さんがメールを送るか、私が下に、メールアドレスを書いておきますので、それを皆さんがコピーしてから送っていただければいいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。22代王の長女には、まず正室のヒョイ王妃がいて、側室のウォンビン홍氏がいて、そして화빈 윤氏がいて、위빈 송氏がいて、スビン박氏がいました。で、この中でですね、正室と、側室2人には残念ながら子供が全くいなかったんですよ。で、その後入れた위빈 송氏に息子1人、娘1人、スビン박氏に次王になる息子1人、そして娘1人がいました。で、この中で実際はドラマのストーリーのような恋愛話があったので、それを皆さんに紹介したいと思いますが、それが위빈 송氏との話ですよね。この2人は朝鮮の記録上珍しく恋愛結婚をした2人です。じゃあ、まず見ていきましょうか。22代王になる前、聖座の時代のイさんはですね、
お父さんがやっぱり約束の扱いで殺されたので、かなり危ない立場にいました。この時に、長女のお母さんのヘギョン軍本氏はですね、私がこのままずっと長女と一緒にいたら、おじいちゃんの四女の嫉妬や警戒に、遺産が危ない目に遭ってしまうと思い、自らお城を出ますね。その時の長女はだ子供だったそうで、すごくお母さんのことを行かないでと言って止めたらしいんですけど、お母さんは仕方なかったんでしょう。で、その後お母さんが城から出て住んでいたところで、昔からちょっと、知り合いだったある家紋の娘が、使用人として入ります。この時ヘギョン軍本氏は娘はみんな結婚して、息子とは離れて寂しい人生を送っていたので、この使用人、ソン・ドギンなんですが、この子とすごく仲が良くなったらしいです。じゃあその後、長女が世者として、ちゃんと認められた時に、ヘギョン軍本氏はお城に戻ることができましたが、その時にやっぱり使っていた使用人もそのまま連れてくることになるんで、ソン・ドギンも一緒にお城に入ることになります。ただ、お城に入って働くことになりますので、身分は궁녀に変わりますよね。で、この遺産は、お母さんに対する親心気持ち、もう会いたかったお母さんということなので、ずっと挨拶にいたんじゃないんでしょうか。もう会いに行きたかったでしょう。そのたんびに隣にはいつもこのソンドギンがいました。イさんはこれを見てですね、このソンドギンに恋をしてしまうんですよ。なのでですね、このソンドギンにプロポーズをしてしまいます。サランハオということで、もう愛してますって意味なんですけれども。でもそれを聞いて、皆さんどう思いますか？王子がプロポーズしたら断る女性っていますかって話なんですよね。で、このソン・ドギンはですね、面白いんですよ。いけませんと言って断ってしまいますよ。長女のプロポーズを。で、多分これおそらく世界で唯一振られた王子じゃないかな私は思いますけど、理由はいろいろ説があるんですけれども、一旦、信頼性が高いものをまとめてみますね。で、一旦、長女には효의王후という性質がいました。この효의王후とソン・ドギンが同じとしてかなり仲良かったらしいですよ。だって長女の性質だからお母さんにいろいろ会いに行くでしょう。その時にやっぱりもう紹介されてとても仲いい友達だったらしいですね。その理由も一旦まずあって断って。で、ソン・ドギンって今궁녀の身分じゃないんですか。궁녀というのは王様の女性です。現在、イさんは王子で王はまだ四女がいます。つまりソン・ドギンは身分的にはこの四女の女性になりますので、イさんが途中でこれを取ることは、お父さんの例もあるので、また逆賊になって殺される可能性もあるんですよね。長女がそこまで考えなかったわけじゃないけど、恋に落ちてしまって何も見えなかったかもしれませんけれども、一旦こういった状況があったんですね。で、当時なんですけれども、長女が15歳、そしてソン・ドギンが14歳だったんです。で、その後、29歳になった長女。つまり14年ぐらい待ってたんですね。で、当時28歳になったソン・ドギンに、長女は、今王になっているので、もう一回プロポーズします。サランハオって。じゃあ皆さんどうですか？長女が王になったということは、四女が亡くなっているので、궁녀は今は長女の女性になりますので、これ誰が見ても OK すると思うんじゃないんですか？でもソン・ドギンはもう一回断ります。いけませんって。理由もさっきとあんまり変わらないんですけれども、효의王후が未だにもまだ子供がいなかったので、ソン・ドギンとしてはその気持ちを配慮したという説が強いですよね。でも、いくらなんでも長女はソン・ドギンが大好きだったので、さすがにこれでもう拗ねてしまいますよね。ソン・ドギンの周りの人とか、효의王후にも少しプレッシャーをかけたりして、いろいろ、ちょっと拗ねてしまいます。周りを結構困らせたので、結局ソン・ドギンも参りましたということで、長女のプロポーズを受け取ることになります。ただ、今の話では、ソン・ドギンが仕方なく長女と結婚したかもしれないような説明だったんですけれども、実際二人は恋をしていたという説が今のところには強いですよね。ただ、お互いの状況の関係で、ソン・ドギンが断ってたということだと思いますね。だからといっても、王様のプロポーズを断る궁녀って世界でまたいますかね？ちょっと私はそれがちょっと気になりますね。とにかく、
このような状況で、二人はやっと結婚することができます。1980年結婚しますよね。ドラマ遺産見てみると、こういった場面、皆さん見たことあると思います。つまり、ソン・ドギムというのは、没落した貴族から王様の奥さんになったので、ある意味ではシンデレラのストーリーになるので、現代版の完璧なシンデレラでしょう。普通の物語見てみると、この後二人は幸せになりましたでしょう。じゃあこの二人は本当に幸せだったそうです。見ていきましょう。じゃあ、その年ね、即妊娠します。残念ながら流産してしまいますが、その後81年また妊娠します。で、また残念ながら流産してしまいますが、で、長女はこの時までずっと息子がなくてイライラしてたんですけれども、1982年、このソン・ドギムから男の子が生まれます。自分が一番好きだった女性から男の子、待ちに待った男の子が生まれて、この時の長女の気持ちはもうすごかったという記録があちこちで発見できますよね。で、さらに1783年、女の子を出産します。男の子に続き、女の子まで生まれて、長女の幸せはマックス状態だったらしいですよね。そして、どれぐらい喜んでたのか、男の子が生まれた2年後に早速、聖者に認定してしまいます。これが皆さんドラマで見たことある文氷聖者ですよね。2歳で聖者ってなかなかいないんですけど、それぐらい喜んでたんでしょう。そして、さらに、まためでたいことで、1785年、妊娠します。とてもめでたいことですね。ただし、こうやって幸せな結末で終わったら、イさんが今の世代にこんなに語られることはなかったでしょう。イさんはとっても悲劇が続いた王様だったんですけれども、今からちょっと現実を見ていきましょう。1983年、先ほど女の子が生まれたと言ったんですけれども、生まれてからすぐ病死で亡くなります。一歳もならずに。で、その後、1786年ですね、文氷聖者が病死してしまいますね、感染病によって。この時の、遺産の記録を見てみると、もうかなり悲しみが伝わってきて、もう読む人は誰でも泣くぐらいの気持ちが伝わってくる文章を書いていました。で、さらにですね、この子供を連続で失ったイ・ビンソン氏がですね、同じ年に亡くなりますよ。ね、先ほど言ったんだけど、この時イ・ビンソン氏はさらに妊娠中でしたね。妊娠9ヶ月に病死で死んでしまって、もう本当にイさんのメンタルはどん底まで落ちてしまいますよね。もう本当にこの時の文は、韓国の教科書にも載っているんですけれども、名文と言われています。じゃあ、こういった遺産の話、とても面白いんじゃないんですか？本当に王様の恋愛の結婚の話ですよね。で、なので皆さんに遺産というドラマをお勧めしますが、これがちょっと昔のドラマでもありますし、全部で77話なのでかなり長いんじゃないんですか？なので、新しい目線での遺産というドラマがありまして、紹介したいと思います。赤い袖先というドラマなんですね。これは、たった17話なので、ちょっと気軽く見れるんじゃないんですかね。この赤い袖先の話を少しやってみるとですね、全く遺産の話なんですが、韓国でですね、最高視聴率 17.4% で大好評です。今の時代でこの視聴率はかなり高いんですよ。で、俳優たちの演技も大好評で、日本にもですね、KNTV というところで3月から1話と2話を無料で放送して、本番は4月から放送するようですよね。皆さん、遺産が好きな方は、ぜひこれをチェックしてみてください。じゃあ今日はここまでです。現代の韓国で一番尊敬される王の二人の特に人間味が溢れる王、イさんの話をしてみました。コロナの中、皆さん韓国旅行とか行けない気持ちはもちろんわかりますが、もうせめて、今回はいいチャンスもあって、リモートとかを通して、このイさんの道を一緒に歩んでみたらいかがですか？今度また新しいテーマで皆さんに伺いますね。じゃあ今日も聞いてくれて、여러분、진짜고마워요。안녕。